どうも、フリーキャド速攻解決ティップスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。さて、フリーキャド 1.1 の開発版、もしくは RC 版を使ってみた方、あれステッチのグリッドスナップ、なくなったって思いませんでしたか？超使えないじゃん、と思った方は、当動画をご覧ください。実は、機能が消えたわけではありません。この変更は、公式ウィキにひっそりと書かれているだけで、ユーザーコミュニティでは海外でも日本でも大きな議論にはなっていません。ということで、今回はフリーキャド 1.1 のステッチャーで起きたグリッドスナップ機能の UI からの消失の真相を速攻解説します。それでは、始めましょう。フリーキャド 1.0K までは、ステッチャーにはグリッド表示とグリッドスナップの専用アイコンがツールバーにはっきりとありました。ところが、フリーキャド 1.1K で、それらのアイコンが画面から消えています。この変更で、グリッドスナップはない、使えなくなった、と誤解しないでください。では、実際の新しい設定場所を見ていきましょう。まず、適当なステッチを作成して、編集状態にします。ここが、まずわかりにくいポイントなのですが、ステッチを編集状態にしないと、設定項目自体が表示できません。では、左側のタスクパネルを見てください。ステッチ編集、カテゴリの右端に、この小さなスパナアイコンがありますね。これが、ステッチャーの編集設定を開く、新しいアイコンです。この設定パネルの中を見てください。グリッドへのスナップのチェック項目がちゃんとあります。他にも、グリッド表示、グリッド間隔、オブジェクトにスナップ。今まで通りのグリッド表示機能、グリッドスナップ機能はここに集約されました。では、このグリッドにスナップにチェックを入れて有効にしてみてください。適当に四角形を描いてみると、はい、この通り。以前と同じようにちゃんとグリッドに吸着してモデリングできます。実はフリーキャド 1.1 開発版ではかなり不安定な動きをしていたのですが、RC 版以降ちゃんと安定動作しています。この変更はステッチャーの隠し設定項目をツールバーからタスクパネルに集約して、より機能の整理、合理化を進めるというフリーキャドの新しい UI 設計思想によるものです。ステッチャーの設定方法が変わっただけで、機能自体は健在です。特に初心者の方は、機能がないと思い込んで、フリーキャドを諦めるか、グラフトワークベンチを併用しようと思うかもしれません。ですが、通常のステッチ作図用途では、ちゃんとステッチャー単体で完結します。一つ注意点です。ステッチャーのグリッドスナップは、グラフトワークベンチのような強力なスナップ機能とは性質が違います。グラフトワークベンチのスナップはとても強力で、単点、中点、円の中心など、幾何学的な意味を持つ点にカーソルが吸着します。2D でも 3D でも自由にワイヤーを描いて位置合わせできます。一方、ステッチャーのグリッドスナップは、行間の補助で、グリッドの交点やエッジの単点、中点にカーソルが吸着します。グラフトワークベンチほど多機能ではありませんが、ステッチャーでは自動拘束が働くので、後からモデルを変更しても位置関係が保たれるのが強みです。初心者の方にとっては、この吸着があるかないかで作図の難易度が大きく変わります。まとめです。フリーキャド 1.1 でグリッドスナップ機能は健在です。ただし、どこで設定するかが非常にわかりにくくなりました。さらに、それを紹介している情報がほぼ皆無で困惑するという状況です。あまりに情報がなかったので、情報共有という形で動画にしました。当動画がご役に立てれば幸いです。今回の速攻 Tips はここまで。ご視聴ありがとうございました。